こんにちは。今日は仕事を退いた後の私の暮らしについてお話しします。老後を迎えて初めて気づいた日常の小さな楽しみもご紹介します。現役の頃は何をするにも仕事が最優先で、自分の時間は後回しになりがちでした。今では時間に追われることもなく、自分のペースで一日を過ごせます。退職したからといって何もせずに過ごしているわけではありません。むしろ時間に余裕ができたからこそ、興味のあったことに思い切って挑戦しています。今は山や木々に囲まれた静かな環境で暮らしています。都会にいた頃には見過ごしていた季節の移ろいを身近に感じられるようになりました。庭仕事を始めてから植物を育てる奥深さにすっかり夢中になりました。手をかけた分だけ答えてくれるので、毎日の成長を見るのが何よりの楽しみです。晴れた日には釣り道具を持って近くの川へ足を運びます。魚が釣れるかどうかより、川の音を聞きながら何も考えずに過ごす時間そのものが贅沢です。読書も退職後に改めて楽しめるようになったことの一つです。先を急いで読む必要がないので、気になる一節に立ち止まりながらじっくり味わっています。一日の終わりには机に向かい、その日の出来事を日記に書き留めています。何気ない一日でも言葉にして振り返ると意外な発見があるものです。買い物では値段だけでなく、旬のものや新鮮な食材を選ぶようにしています。年齢を重ねるにつれ、毎日の食事が体を作るという意識が強くなりました。時間に余裕ができてからは、料理にも一手間かけるようになりました。冷蔵庫にある食材を見ながら献立を考えるのも、今ではちょっとした楽しみです。妻とは長年一緒に暮らしてきましたが、退職後は顔を合わせる時間が格段に増えました。時には意見が食い違いながらも、お互いを頼りに暮らしています。縁側で休んでいると、近所の猫がいつの間にかそばにいることがあります。言葉を交わすわけでもないのに、その気ままな姿を眺めていると心が和みます。健康を維持するには、無理なく体を動かし続けることが肝心だと思っています。毎日の散歩を習慣にしていると、体だけでなく気分まで軽くなります。若い頃から親しんできた楽器は、今でも大切な相棒のような存在です。思うように弾けない日もありますが、音楽に没頭していると時間を忘れてしまいます。家にいる時間が増えても、世の中への関心まで失いたくはありません。毎朝、新聞に目を通し、社会がどのように変化しているのかを自分なりに考えています。最初はスマートフォンの操作に戸惑い、何度も家族に使い方を尋ねました。今では写真を送り合ったり、友人と連絡を取ったりと欠かせない道具になっています。パソコンでの買い物にもようやく抵抗がなくなってきました。重いものを自宅まで届けてもらえる便利さは、年齢を重ねるほどありがたく感じます。昔の写真を眺めていると、忘れていた記憶まで次々とよみがえってきます。家族と
昔の出来事を振り返りながら、思い出を分かち合う時間も大切にしています。孫たちが遊びに来ると、それまで静かだった家が一気に賑やかになります。体力では叶いませんが、無邪気な笑顔を見ているだけで元気をもらえます。疲れを感じたときは、あえて何もせず、温かいお茶を飲むことにしています。以前は休むことに罪悪感がありましたが、今では休息も生活の一部だと思えます。年齢とともに体が思い通りにならない日も少しずつ増えてきました。そんな日は無理に頑張らず、できないことを受け入れるのも大切だと考えています。老後を迎えてから自分のために使える時間のありがたさを改めて感じています。好きなことを楽しみながら自分らしく毎日を過ごせることに幸せを感じています。もう一度聞きます。次は繰り返してみましょう。現役の頃は何をするにも仕事が最優先で、自分の時間は後回しになりがちでした。今では時間に追われることもなく、自分のペースで一日を過ごせます。退職したからといって何もせずに過ごしているわけではありません。むしろ時間に余裕ができたからこそ、興味のあったことに思い切って挑戦しています。今は山や木々に囲まれた静かな環境で暮らしています。都会にいた頃には見過ごしていた季節の移ろいを身近に感じられるようになりました。庭仕事を始めてから植物を育てる奥深さにすっかり夢中になりました。手をかけた分だけ答えてくれるので、毎日の成長を見るのが何よりの楽しみです。晴れた日には釣り道具を持って近くの川へ足を運びます。魚が釣れるかどうかより、川の音を聞きながら何も考えずに過ごす時間そのものが贅沢です。読書も退職後に改めて楽しめるようになったことの一つです。先を急いで読む必要がないので、気になる一節に立ち止まりながらじっくり味わっています。一日の終わりには机に向かい、その日の出来事を日記に書き留めています。何気ない一日でも言葉にして振り返ると意外な発見があるものです。買い物では値段だけでなく、旬のものや新鮮な食材を選ぶようにしています。年齢を重ねるにつれ、毎日の食事が体を作るという意識が強くなりました。時間に余裕ができてからは、料理にも一手間かけるようになりました。冷蔵庫にある食材を見ながら献立を考えるのも、今ではちょっとした楽しみです。妻とは長年一緒に暮らしてきましたが、退職後は顔を合わせる時間が格段に増えました。時には意見が食い違いながらも、お互いを頼りに暮らしています。縁側で休んでいると、近所の猫がいつの間にかそばにいることがあります。言葉を交わすわけでもないのに、その気ままな姿を眺めていると心が和みます。健康を維持するには、無理なく体を動かし続けることが肝心だと思っています。毎日の散歩を習慣にしていると、体だけでなく気分まで軽くなります。若い頃から親しんできた楽器は、今でも大切な相棒のような存在です。思うように弾けない日もありますが、
音楽に没頭していると時間を忘れてしまいます。家にいる時間が増えても世の中への関心まで失いたくはありません。毎朝新聞に目を通し、社会がどのように変化しているのかを自分なりに考えています。最初はスマートフォンの操作に戸惑い、何度も家族に使い方を尋ねました。今では写真を送り合ったり、友人と連絡を取ったりと欠かせない道具になっています。パソコンでの買い物にもようやく抵抗がなくなってきました。重いものを自宅まで届けてもらえる便利さは年齢を重ねるほどありがたく感じます。昔の写真を眺めていると忘れていた記憶まで次々とよみがえってきます。家族と昔の出来事を振り返りながら思い出を分かち合う時間も大切にしています。孫たちが遊びに来ると、それまで静かだった家が一気ににぎやかになります。体力では叶いませんが、無邪気な笑顔を見ているだけで元気をもらえます。疲れを感じたときは、あえて何もせず、温かいお茶を飲むことにしています。以前は休むことに罪悪感がありましたが、今では休息も生活の一部だと思えます。年齢とともに体が思い通りにならない日も少しずつ増えてきました。そんな日は無理に頑張らず、できないことを受け入れるのも大切だと考えています。老後を迎えてから自分のために使える時間のありがたさを改めて感じています。好きなことを楽しみながら自分らしく毎日を過ごせることに幸せを感じています。